今回は会話の種として使える NHK の軽めの雑学をご紹介します。東京限定雑学。日本を代表するテレビ局、皆様の NHK。東京では1チャンネル2チャンネルとして知られるこの局は NHK の前身、社団法人東京放送局として初めてラジオ放送を開始した1925年3月22日午前9時30分にその歴史の一歩を踏み出します。記念すべき最初の放送を行った場所は田町駅からほど近い現在の東京科学大学田町キャンパスです。ここにはかつて千葉大学工学部の前身であった東京高等工芸学校があり、東京放送局はこの学校の図書館から日本で初めてのラジオ放送を行いました。当初この場所から放送する予定はなく、少し離れた愛宕山の山頂に7月完成予定のスタジオから番組を届ける予定でした。愛宕山は標高 25.7 メートルとビル8階ほどの高さしかない港区の小さな山ですが、これでも東京都心では最も高い山であり、当時はまだ周囲に高いビルなどもなかったため、ラジオの電波を発信するには最適な場所でした。しかし、当時全国で日本初のラジオ放送の称号を争う戦いがあり、ライバルであった現在の NHK 大阪の前身、大阪放送局が今は亡き高麗橋の三越大阪店の屋上にスタジオを建設中でした。そしてこちらは6月完成予定であったため、予定通りであれば東京の負けは確実な状況だったのです。そこで東京放送局は急遽静かであるという理由で近くの学校の図書館を借りて簡易的な放送を行うという、いい言い方をすれば起点を利かせた、悪い言い方をすればある種の禁じ手を使い、日本初のラジオ放送の称号は東京のものとなりました。その後7月に完成した愛宕山のスタジオは1925年から39年まで使われ続け、現在その場所には NHK と日本の放送の歴史を伝える博物館があります。無料であるにもかかわらず恐ろしく充実した展示内容であり、普段は絶対近づくことができない東京タワーの先端が展示されているので、皆さんも機会があればぜひ訪れてみてください。ラジオ放送は1925年以来100年が経過した今日まで基本的に途絶えることなく紡がれる歴史です。一時期は斜陽と言われたこの映像のない放送も、近年では他のことをしながら楽しめる娯楽として若者を中心に再評価されています。そしてインターネットを利用したラジコなどの普及も相まって、2023年の統計では日本の12歳から69歳までの 52% がラジオを聴いているなど、国民的な娯楽として親しまれています。ところでそんなラジオ放送の中で時折 JOAK NHK 東京第一放送ですなどとアナウンサーが読み上げる声を聞いたことはないでしょうか。これは NHK 東京に限らず地方の NHK、そして民放局でも JO から始まる4文字のアルファベットを読み上げた後、自分の放送局を名乗る何か宗教儀式にも思える謎の時間があります。しかしこれは一体何なのでしょうか。実はこの一連の呪文は法律で決められたお約束事で、 JO から始まるのは社名などとは別に国から各放送局に割り当てられたコールサインという識別コードで、これは人間でいうマイナンバーのようなものです。そしてこれを読み上げることによって放送がどの局から発信されているのかを示すものとなります。これをする理由は放送が違法なものではなく、免許を持った事業者が行っていることを示すいわゆる免許の提示であり、これを毎日必ず行うことが法律で決められています。これがあることによって
ラジオを聞く聴取者は安心できると同時に、違法なラジオ局はコードを持っていないので、コードを名乗らないことによる法律違反、あるいは偽のコードを名乗れば、それに対する違反で取り締まることができるのです。ラジオ放送は気軽にどこでも聞くことができ、災害にも非常に強い便利な通信手段です。また、発信する側も設備投資がラジオほどは大きくなく、頑張れば個人でも設営できるレベルです。しかし、それは同時に社会を間違った方向に誘導したり、あるいは人々に迷惑を与えることも容易にできてしまうことを意味しています。例えば、1994年、ルワンダのラジオ局、洗脳家は、部族対立を煽る放送を流し続け、それに誘導された国内多数派の仏族が、少数派の土族を襲撃し、結果、わずか3ヶ月の間に、80万人から100万人が殺されたルワンダ虐殺を引き起こしています。このようにラジオは気軽な一方、恐ろしいほどの影響力を持つため、国民の生活を混乱させないためにも、ラジオ放送には免許が必要であり、この謎の儀式は大切なルーチンなのです。各局に割り当てられるコールサイン、実はこれこそ私たちが日常でうっすら感じている疑問の答えだったりします。関東にお住まいの方は、テレビ東京テレ東、フジテレビをフジと略すのをご存知ですが、同時にテレビ東京 TX、フジテレビを CX と呼んだり、一部番組ではこの2文字のアルファベットを番組名に組み込んでいるのを見たことがあると思います。これについて私たちはテレビ局の略称だと理解しつつ、テレ東が TX ということは、東京の T とテレビ用語を表す何かの英語の頭文字かなんかなのかな。じゃあ CX は何だろうといううっすらした逡巡をする時間があると思います。この不可思議な2文字のアルファベット、実はこれもテレビ局に割り当てられたコールサインで、テレビ東京は JOTX、フジテレビは JOCX であり、後ろの2文字をテレビ局の略称として使用しているのです。また、東京では Q チャンネルとして知られる東京 MX の名前は、この局のコールサイン JOMX から来ています。そして六本木にはミュージシャンやアイドルなどの公演が行われる EX シアター六本木がありますが、この EX は JOEX、つまりテレビ朝日のコールサインであり、ここがこの局の劇場であることを示しています。このように世間ではほとんど知られていないコールサインは、知らないうちに私たちの生活に浸透しているのです。150-8001、この数字を関東の皆さんはご存知のはずです。そう、これは NHK 放送センターの郵便番号。かつてまだネットが十分に普及していない昭和から平成にかけて、番組にお便りを送る際の送付先として番組ごとに連呼されていた数字のため、多くの方の記憶に刷り込まれています。では、郵便番号をご存知の関東の皆さんに質問です。テレビ朝日は港区六本木、TBS は港区赤坂、フジテレビは港区お台場というのは皆さんなんとなくご存知だと思います。では NHK はどこにあるでしょうか。多くの方が簡単だと思ったはずです。なぜなら昭和の時代から現在に至るまで NHK は自分たちを渋谷の NHK と名乗っているからです。では答えは渋谷？いいえ、違います。確かに渋谷区にはあります。でもテレビ朝日でいう六本木にあたる町としてはどこでしょうか。駅前の住所である渋谷区渋谷ではありません。これは答えられない人も多いでしょう。不思議なことに関東に住む私たちの多くは郵便番号は知っているのに NHK がどこにあるのか知らないのです。さあ、待望の正解ですが、答えはジンなんです。
明治神宮の南側に位置することから名付けられた神南は、神宮前や道玄坂、宇田川町など非常に有名な地域に隣接しています。しかし、その知名度は他に比べ圧倒的に低いもので、今日初めて知ったという方も多いでしょう。しかし、なぜこれほど神南は無名なのでしょうか。これについては推察するしかありませんが、次のような少し悲しくも思える理由が考えられます。実は神南の町は NHK と代々木競技場、そして代々木公園のスポーツエリアなど有名施設が地域の大半を占めており、本来であればこれらは町名の認知度を高めてくれる存在です。ところがまず NHK は昭和の時代には番組で郵便番号と住所を言っており、この時代の記憶が強い方は今でも NHK イコール神南のイメージがあります。ところが平成以降は郵便番号だけを言い、住所は言いません。これは郵便番号さえ合っていればお便りが届くという現行の郵便制度の優秀さに起因するものですが、しかしそれゆえ近年私たちは住所を知る機会、そして思い出す機会がないのです。また代々木競技場や代々木公園のスポーツエリアは住所を神南としながらも北側に位置する代々木、つまり別の町名を名乗っています。これは2つの施設が道路を挟んだ代々木にある代々木公園と一体とみなされるためですが、しかしそれが神南の名前を隠してしまうのです。そして神南の渋谷寄りには雑居ビルが立ち並ぶエリアが少しあり、その中には音楽の聖地として有名なタワーレコード渋谷店もあります。しかしこの地域は神宮通りやファイヤー通り、フィンガーアベニューなど個性的な名前の通りが多く、人々は町名よりも通りの名前でお店などを認識するため、神南はここでも記憶の外に追いやられてしまうのです。ちなみに渋谷にはこの町名を冠した神南小学校がありますが、この学校の住所は神南ではなく宇田川町です。NHK が神南にやってきたのは1964年のこと。それまでは愛宕山に代わって1938年から千代田区は内幸町、いわゆる日比谷にありました。NHK 東京放送会館と呼ばれたこの建物は1953年、日本初のテレビ放送が行われた記念すべき場所であり、現在建物は残っていませんが、跡地は日比谷国際ビルジングとして多くのビジネスマンに親しまれています。ラジオからテレビへの移行期の一時代を築いた NHK 東京放送会館も戦後、高度経済成長期に入ると、放送局の役割が大きくなり、手狭であることが否めなくなります。そこで再びの移転が検討され、目をつけられたのがワシントンハイツでした。ワシントンハイツは戦後、連合国の統治下において、アメリカ軍が旧日本軍の代々木練兵場の跡地に築いた 92.4 万平方メートル、東京ドーム20個分に及ぶ巨大な住宅街です。この住宅街はアメリカの兵士が本国と同じ水準の生活が送れるよう、水道、電気、ガス、電気冷蔵庫、洗濯機、クーラー、床暖房などが完備されており、戦後の混乱期の日本人にとっては豊かなアメリカの見本市として機能し、その後の日本文化に大きな影響を与えています。このワシントンハイツについては詳しく解説した動画がありますので、よければ上のバナーか概要欄からご覧ください。ワシントンハイツは1961年に日本側への返還が決定し、跡地には代々木公園をはじめ、当時3年後に迫っていた東京オリンピックのメイン会場の一つとなる代々木競技場が建設されることになります。オリンピックは当時の日本にとって目覚ましい復興を遂げ、先進国としての地位を確固として築いたことを国内外にアピールする非常に重要なイベントでした。そしてアピールにとって最も大切な情報発信、つまり放送は NHK が担っていました。
そこで NHK は代々木競技場の隣をオリンピック放送の拠点とすることにより、迅速かつ正確な情報を届けられると考え、ここに新しい放送局を建てることにしたのです。こうして1964年に代々木競技場の真横にオリンピック国際放送センターが開設され、現在に至ります。つまり渋谷に NHK がやってきたのはオリンピックが理由なのです。現在、神南の地に60年余り根付く NHK 放送センターで特徴的なのは建物の低さ。昭和の時代には高かったであろうこの建物群も、72年に建設された本館を除けば、現在では周囲と比べて一段低く収まっているというのが印象的です。しかし、実は1960年代から70年代、この低さとは全く対照的なプロジェクトがこの場所で進行していました。戦前戦後、各放送局はライバル関係にあり、各自自社の電波塔を持ち、そこから各家庭に番組を届けていました。しかし、1958年、東京タワーが完成すると、多くの放送局は東京タワーをテレビの電波塔として共同利用し始めます。ところが1969年、NHK は渋谷に自前の電波塔、NHK タワーを新たに建設することを発表します。これは東京タワーが民間によって運営されており、この設備に公共放送が頼ることに関して抵抗感があり、同時にこの頃テレビ放送の電波を従来の VHF という方式から UHF という別の方式に移行する案が浮上していたことと大きな関係がありました。UHF は VHF に比べ大量の情報を送信可能であり、テレビ放送の画質向上には適していましたが、VHF に比べ障害物に弱いという欠点がありました。そのため VHF を念頭に設計された東京タワーの高さでは、当時次々と建設されている背の高いビルに電波が阻まれてしまうという問題が予見されていたのです。NHK が自前の電波塔を建てる計画そのものは特に驚くべきものではありませんでしたが、しかし一点だけ異様なことがありました。それがその高さです。NHK は UHF を前提に電波が遠くまで届くよう東京タワーよりも高い電波塔を計画しましたが、その高さはなんと610メーターという前代未聞のものでした。これは当時も驚きを持って伝えられましたが、さらに驚くべきことは技術的にも建設可能という見解を示していたこと。発表後2年ほどかけて鹿島建設を中心としてシドニーのオペラハウスの構造設計にも携わった建築家三上雄三が塔の設計を担当し、タワーのデザインや上層部にはレストランなどの商業施設が入る具体的なプランも組み上がっていました。そしてそのタワーの建設場所も小田急線代々木八幡駅にほど近い代々木公園の西側という正確な地点まで煮詰められていたのです。つまり610メーターのタワーが建つ未来が昭和の渋谷には確かにあったのです。しかしその後 UHF への移行計画が鈍化したこと、そしてそれに伴うタワーの建設根拠が薄くなったことにより、計画は残念ながら75年に中止となり、昭和の時代とともに忘れ去られてしまいます。ところが、それから30年近くが経過した平成の世紀末。この頃テレビはアナログ放送から現在のデジタル放送への移行計画が進められており、それに伴いデジタル放送に必要な大量の情報を送ることができるUHF への移行も動き出すこととなります。そしてそれはつまり NHK がかつて見た610メーターの夢が再び描かれ始めることを意味していました。この時の計画は NHK 単独ではなく、民放各局とともに手を取り合い、2003年には正式にタワー建設が決定。そして610メーターの夢は
634メーターと成長し、2008年着工を迎えます。そして NHK タワーの計画から43年が経った2012年、昭和の夢は平成の東京スカイツリーとして実現したのです。現在 NHK 放送センターの建物は老朽化が進んでおり、2043年完成を目指して建て替えが行われています。さまざまな映像メディアが生まれ、大きな変革を迎えている放送界ですが、 NHK という巨人は今後も仁難とともにあります。さて、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。